皆さんこんにちは、ピノミです。本日の動画では歯についてのお話で、お家で行うホームホワイトニングについて今日は詳しくお話をしていこうと思います。もしこれからホワイトニングをしたいけどどうやっていいかわからないっていう方であったり、ちゃんと結果を出して効果的にホワイトニングをしたいなっていう方にこの動画とてもおすすめなので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。まず最初にホワイトニングといっても大きく分けて2つ種類があるんですけど、この2つの中のまず1つ目が歯の着色ですね。黄ばみを取ってあげて歯本来の白さに近づけてあげるっていう方法と、そしてもう一つの方法っていうのが歯自体を白くしてあげるっていう方法。この2つホワイトニングの方法っていうのがあるんですよ。この1つ目の黄ばみを取るっていうのはホワイトニングサロンって結構効くと思うんですけど、このホワイトニングサロンでのやり方っていうのが歯の着色を取って歯をきれいにしてあげる、ホワイトニングをしてあげるっていうもので、2つ目のこの歯自体を白くしてあげるっていうのが歯の中にある歯の色を決めている成分っていうのがあるんですけど、その成分を薬剤を使って化学反応を起こしてですね、分解してあげて、その結果歯を白く見せてあげるっていう仕組みなんですよ。簡単に言うと歯の中の色素を減らして歯を白く見せているっていうことなんです。そしてこの私ピノミが今回おすすめしたいホームホワイトニング方法っていうのが、この1つ目の歯の黄ばみを取って歯本来の白さに近づけてあげるっていうのと、この歯自体を白くしてあげるっていうこの2つの方法をうまく組み合わせてホワイトニングしてあげることで、より効果的で持続的な歯の白さっていうのを保つことができるようになるんです。今日はこの2つを組み合わせたお家で簡単にできるホワイトニング方法ですね、おすすめの製品も含めて紹介をしていきたいと思います。私もこの方法で9年近く続けていて、とっても恐縮ではあるんですけど、この歯の白さっていうのを褒めていただくことっていうのが多くなったんですね。なのでこれぜひ今日おすすめしたいものなので、皆さん一緒にここから見ていきましょう。まず最初の歯の黄ばみを取って歯本来の白さに近づけるっていう方法なんですけど、日々食べ物や飲み物からできる着色って本当に侮れなくって、日々何かしら口にしている限り着色っていうのはついてしまうんですよ。なので人間生きてる限り必ず歯に着色すると言っても過言ではないんです。特にタバコを吸われる方であったり、歯に着色しやすい飲み物とか食べ物が好きっていう方は特に要注意だと思います。私も1日コーヒー3杯以上飲んだり、赤ワインっていうのは大好きで頻繁に飲んだりするので、1ヶ月ぐらい経つとあれなんかもうすでに黄色くなっちゃったんじゃないかなって目に見えるように分かってしまうんですね。ではこの黄ばみを取る上でおすすめの製品っていうのが、私はやっぱりこのアクティブワウのアクティベーテッドココナッツチャコールパウダーっていうのがもう本当におすすめで、今のところこれを超える極み対策ってないんじゃないかなと思うぐらい気に入っている製品になります。これ何度かパッケージリニューアルしていて、これの他に2種類ぐらいのパッケージの種類っていうのがあるんですけど、中身自体の内容っていうのは変わってないので安心をしてください。それで使い方なんですけど、使い方は至って簡単で、これ開けてみると中に粒子の細かい黒い粉チャコールが入っているんですよ。水につけた歯ブラシをちょんちょんちょんってつけてあげて、あとは歯を磨いてあげるだけなんですね。で、最初は粉っぽいので、だいたいこの粉っぽさがなくなるくらい時間にしてだいたい約2分ほどまんべんなく磨いてあげて、そしてあとは口の中をゆすいであげるっていうシンプルで簡単な方法なんですね。磨いてあげるヒントとしては、やっぱ最初黄ばみが結構あるって方はこれ何度か続けてあげる必要っていうのはあるんですけど、ある程度日頃から黄ばみ対策してるよっていう方であったら、これ月に1回とか2回お手入れしてあげるだけで歯の着色っていうのがびっくりするぐらいなくなりますので、ぜひこれ試してみてほしいです。ちなみにこの製品、歯磨き
き粉代わりにしてもいいですかっていう質問をたくさんいただくんですけど、できたらこれは月に 1,2 回のお手入れとして使用していただければなと思っていて、歯磨き粉ですね、毎日磨く歯磨き粉としてはフッ素配合のものであったり、歯磨き粉としてちゃんと成分が入っているものを毎日使用していただければなと思っているので、そこは念頭に置いておいてほしいなと思っています。では今の方法で歯の黄ばみ対策は月に 1,2 回ほどやっていくとします。次に歯自体を白くする方法ですよね。これ最初に歯を白くする成分について説明してみると、主にこういった成分っていうのが使用されることが多いんですよ。例えばこの中で過酸化水素っていうのは効き目が良くって、過酸化尿素は徐々に緩く効果が出てくるなんて言われることもあるんですけど、自宅で行うホームホワイトニングに関してはこの過酸化水素と過酸化尿素っていうのが使われることが多いです。ホワイトニングの方法に関しても、例えばこういったマウスピースを使用して薬剤を入れてはめて放置するっていうやり方であったり、あとはシート状になっていてそれを貼り付けて放置するっていうやり方だったり、何点かホームホワイトニングの方法っていうのはあるんですね。人によっては有名なこのクレストのシートを貼って放置するやり方っていうのがやっぱ一番気軽なので、気軽さを重視するっていう方もいらっしゃると思うんですね。ただ私個人的な意見なんですけど、私的にはやっぱ一番はどれだけ歯の白さを持続して綺麗な色を保つことができるかっていうのを結構重要視しているんです。でこの歯の白さの持続性っていうのを、最重要とした時にやっぱり私おすすめとしてはオパールエッセンスをおすすめしたいです。これはこのマウスピースに薬剤を入れてこのマウスピースはめて放置するやり方なんですけど、最初にこの自分の歯型に合ったマウスピースっていうのを用意する必要があるので、正直最初に準備するものっていうのはちょっと面倒なところもあるかなとは思うんですね。なんですけど、これで最初にホワイトニングしてあげることによって何年単位で歯の白さっていうのを持続することができるので、これやっぱおすすめしたいです。ちなみに歯医者で行うホワイトニングをオフィスホワイトニングっていうんですけど、オフィスホワイトニングの持続期間っていうのがだいたい3ヶ月から6ヶ月ぐらいって言われているので、正直そんなに長く持続するわけではないですよね。このオパールエッセンスで一気に歯を白くした場合、数年は白さが続くので、長い目で見てコストとか考えるとかなり続きやすいんじゃないでしょうかね。このオパールエッセンスの特徴として歯の白さの持続性がいいっていうのはもちろんなんですけど、歯の白さの種類っていうんですかね、この混じり気のない綺麗な白さっていうのが出るんじゃないかなって、これ私のあくまでも実体験なんですけど、そう感じているんですよ。このオパールエッセンスは過酸化尿素が配合されていて、その配合されている濃度にも種類があるんですよ。下から濃度いくとだいたい 10%、15%、20%、35%、そして 45% まであって、何種類か販売はしてあるんですね。もちろん濃度が高ければ高いほど即効性っていうのもかなり上がってくるんですけど、その分知覚過敏などのリスクっていうのもぐんと上がるので、この濃度選びっていうのは結構大事かなと思っています。ちなみに私はこれ濃度 15% のものを日頃から愛用しています。ここで今日の動画のおさらいっていうのをしていきますね。自宅で行うホワイトニングで最大限の効果を発揮して行う方法っていうのが、まずこのチャコールパウダーで日々の黄ばみケアっていうのをしてあげるっていうことと、そして歯自体を白くする方法としては、個人的にはこのオパールエッセンスが持続性も抜群ですし、歯自体もですね綺麗な白さが出ますよっていうことでおすすめをしています。この2つのケアを定期的にしてあげることによって本当にびっくりするぐらい歯の白さ持続しますし、最小限のお手入れでこのホワイトニングっていうのができますので、ぜひ興味持ったっていう方いらっしゃればやってみてほしいですね。おすすめします。ちなみに今回紹介したこの2つの製品については詳しく解説した動画っていうのもありますので、概要欄に貼っておきますので見てみてくださいね。今後も歯のケアについての動画っていうのをたくさん配信していこうと思いますので、もし本日の動画少しでも参考になったよって方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた皆さんお会いしましょう。
またねー。